はい。皆さんおはようございます。はい。本日は、Make Parsers Compatible Using Automata Learning という発表をさせていただきます。藤波です。ではまずはじめに簡単に自己紹介させていただきます。藤波博也という名前で、インターネット上では、Twitter だったり GitHub では Make Now Just という名前で、主に活動しています。で、NII 国立情報学研究所の、発想研究室に所属する博士課程の学生で、あと、ストアーズインクさんで、現在アルバイトをしています。で、あと私事なんですが、昨日誕生日でした。ありがとうございます。はい、で、博士課程の学生で、研究している主な分野としては、オートマトン理論だったり、形式言語の理論だったりするんですが、それらの、主に応用をやっていて、現実世界と、アカデミックな世界をつなげるような研究ができたらいいなと思って、活動させて、研究をやっています。で、一応 Ruby というプログラミング言語のコミッターで、Ruby、以前 Ruby に入った、正規表現の最適化、高速化の実装などを、しました。で、それ周りで、研究、その実装を研究として発表したりもしていて、そういった意味でもRuby コミッターとしてもそのアカデミックと、現実世界をつなげるっていう活動ができているんじゃないかなと思っています。で、最近主に研究でやっているトピックは、オートマトン学習というもので、これが、今日の、主なメインの話題になるので、今回の話も、その現実世界と、アカデミックをつなげるような話にできたらなと思ってやっています。はい。で、すごい、まずはじめに、大雑把に今日の話の、流れというか、どういったことを話すのかっていうのを説明していきたいと思います。Ruby にはプリズムとパーサーっていう2つのパーサーがあるんですけど、これの間にあるバグを、オートマトン理論をうまく応用することで、見つけることができました。で、見つけたバグなんですけど、スライドに出ている、開き括弧 A リテラルコロン閉じ括弧みたいなのが、なぜかプリズムではこれがシンボルリテラルとしてパースされるみたいな不思議なバグを見つけて、それを報告して、修正されたっていうような話になります。で、オートマトン理論を適用するにあたって、パーサーをどうにかしてオートマトンにしなければいけないっていうような課題があるんですが、そのために、うまくオートマトン学習というものを使って、オートマトンを得ることができました。というような、話をしたいと思います。はい。それでは、詳細な、話に移っていきたいと思います。まずはじめに、皆さんもよく知っているかもしれませんが、Ruby には2つのパーサーがあるんだよっていうような話をしていきたいと思います。現在 Ruby には2つのパーサー実装があって、1つを parse.y、もう1つを prism と言います。で、これらは、Ruby コマンドを実行する際にパーサーオプションをつけて実行することで、パーサー実装を切り替えることができます。で、パーサー実装について説明していくんですが、パーサー実装の一つ、parse.y は、これは昔から使われている Ruby のパーサー実装で、Bison というパーサージェネレーターで、実装されていました。で、その Bison が受け取るファイルの拡張子が .y だったので、parse.y という名前で呼ばれています。で、このパーサーの、parse.y1 ファイルがRuby のリポジトリに置かれているんですが、非常に大きいファイルで、この前確認したら大体16,000行ぐらいありました。ただ最近減りつつあるのかなと思うので、もしかしたら減っているかもしれません。はい。で、もう一つのパーサー実装が、Prism になります。これは新しい、Ruby の新しいパーサー実装で、C 言語で書かれています。で、メモリー管理だったりとか、アルゴリズムをいろいろ工夫していて、多くの場合、parse.y よりも高速にメモリ使用量が少なく動くようです。
で、また、最近だとパーサーって、プログラミング言語の実装だけじゃなくて、フォーマッターだったりとか、リンターだったりとか、さまざまな場所で使われているので、ライブラリとしてもパーサーを使いたいっていうような要求があるので、それに応えるために、ライブラリとしても使いやすいような API を提供するといったこともしているみたいです。で、Ruby 本体が持っているパーサー実装は Parse.y と Prism だけなんですが、Ruby、それ以外にもRuby のプログラムをパースするライブラリだったり、Gem だったりっていうのはいろいろあります。これらは内部的にはPrism だったり Parse.y を使っていたりするとは思うんですが、ユーザーにいろいろな選択肢があるというような状況なんじゃないかなと思います。要はまさに大パーサー時代と、ここ数年言われ続けているんじゃないかというような気がします。はい。で、ただ、実は別に Ruby を使う側の人間からすると、パーサー実装が複数あるということは別に何も嬉しいことではなくて、どちらかといえば、あるパーサー実装ではプログラムが正しく動くけど、別のパーサー実装にすると動かなくなってしまうっていうようなことがあると、むしろ困ったことになってしまうと思います。そういったパーサーの実装間の互換性の問題というものがあると思っていて、それをどうやって解決するかっていうのは、パーサーを作る人たちの一つの悩みなのではないかと思います。で、そのパーサーの互換性の問題に対して、Parse.y だったり、Prism だったりが、どういった、対処をしているかっていうと、例えば、ユニットテストをたくさん書いて、なるべく問題がないようにするっていうことだったり、あとより実践的な方法として、公開されているジェムをたくさんパースして、その結果がお互いに変わらないっていうことをチェックしたり、あとはファジングっていう、ランダムに文字列を生成して、それをパースしてみて結果が同じかっていうのをチェックしたり、エラーが起きないかをチェックしたりするっていうようなことをやっていたりします。ただこれらは全体的に物量で正当性を保証するようなやり方になっていて、例えば Ruby だと、すごくマイナーなめったに使われないような構文だったり、あるいは新しい構文なので、公開されているジェムではほとんど使われていることがないっていうような構文があったりするので、全ての構文をちゃんと網羅的にチェックするっていうのはなかなか難しくて、バグになりやすいところなのではないかなと思います。で、その問題に対して、オートマトン理論が使えるんじゃないかというのが、今回の話になります。オートマトン理論を使ってこの互換性の問題を網羅的に解決できるような方法に挑戦しようという話をしていきます。はい、最初に簡単にオートマトン理論の復習をしたいと思います。皆さん、オートマトン理論過去に習ったことがあったりするかもしれないと思うんですが、オートマトンっていうのは状態があってアルファベットがあって初期状態があって受理状態があって遷移関数があるっていうもので、オートマトンの動作っていうのは初期状態から始まって文字列の文字を読むときに対応する文字の遷移をたどっていくってことを文字列の最後までやって最後に受理状態に到達していたらその文字列は受理される。そうじゃなかったら受理されない非受理になるというような動作になります。で、オートマトンについてすごく重要なこととして、オートマトンと正規表現が対応しているっていうことがあります。というのも、オートマトンが受理する文字列に、マッチするような正規表現っていうものがあって、その逆もあるっていう、正規表現からオートマトンから正規表現っていうのが、相互に変換できるっていうことが知られています。で、このオートマトンと正規表現が相互に変換できるっていうのをもう少し深めて考えると、オートマトン、どちらも文字列の集合を扱っているものだと考えることができます。というのもオートマトンであれば受理される文字列の集合、正規表現であればマッチする文字列の集合というものが考えられます。で、特にオートマトンであればその集合に対して集合の演算さまざまな集合の演算が効率的に計算できるということが知られています。
具体的な集合の演算としては、共通部分インターセクションであったり、和集合ユニオンであったり、差集合ディファレンスだったり、あと今回の話で、すごく重要になるのがシンメトリックディファレンス、あるいは XOR なんて呼ばれるもので、一方に含まれて、もう一方に含まれないっていうようなものを集めた集合になります。で、これらの集合演算を、オートマトンを使ってどうやって計算するんだっていうのを簡単にアイデアを説明すると、まずはじめに例として、共通部分を計算、2つのオートマトンの共通部分を表すオートマトンを構築したい、構築することで共通部分が計算できるわけなんですが、それはどうやってやるかっていうと、状態、この構築するオートマトン、共通部分を表すオートマトンの状態が、元のオートマトンの、2つの組になっていて、で、遷移の際も、それぞれ個別に遷移して、それをまた再び組にするっていうようなものが、遷移になります。要するに、2つのオートマトンを、パラレルに動かすような動かし方になっていて、で、重要なのが、受理状態で、インターセクションの場合は、2つのオートマトンで受理される場合に、受理状態とするっていうことによって、インターセクションを表すオートマトンがうまく得られます。で、シンメトリックディファレンス XOR の場合も、インターセクションとほとんど同じなんですが、受理状態の条件が、一方で受理されて、もう一方でじゃあ受理されないっていうような条件にすることで、差集合が、うまく、対称差がうまく表すことができます。はい、次に、パーサーとオートマトンをどのようにして、関係づけるのかについて説明します。オートマトン、パーサーに対応するオートマトンという、概念を、考えたいと思います。これは、オートマトンがある文字列を受理するという場合に限り、パーサーで、その文字列が、正しくパースできるっていうようなオートマトンを、パーサーに対応するオートマトンと呼ぶことにします。ではこれが具体的にどのようなものなのかというと、プリズムであれば、プリズムに対応するパーサーが、その文字列を受理するという場合に限って、プリズムドットパースで、その文字列をパースしたときに、返ってくるオブジェクトにサクセスを呼び出したら、true が返ってくるっていうような、条件を満たすオートマトンを、プリズムに対応するパーサー、プリズムに対応するオートマトンと呼ぶことにします。で、同じように、リッパーを使って、パース .y に対応するオートマトンというものも考えることができます。で、2つのこのパーサーに対応するオートマトンを手に入れることができたら、対称差を計算することによって、互換性の問題があるかどうかっていうのをチェックすることができます。これはどういうことかというと、例えば、対称差を表すオートマトンが、何も受理しないような空のオートマトンだとしたら、2つのパーサーは全く同じ挙動をするということになるので、互換性に問題がないということが分かります。で、一方で、もし互換性に問題がある、何かしら、受理する文字列があったとしたら、オートマトン理論の知識を使えば、そのオートマトンから、どういう文字を受理するのかっていうのを取り出すことができるので、それを使って、で、そのような文字列は、一方で正しくパースできて、一方で正しくパースできないっていうことが分かるので、バグの報告にも使える情報になっていて、そういった意味でも、オートマトン理論が役に立つのではないかと思っています。ここまでの話を一旦整理して、どのようにして互換性の問題を見つけるのかっていう、アイデアの流れについて、簡単に、整理します。まずはじめにパーサーに対応するオートマトンを手に入れる。で、そのパーサーに対応するオートマトン同士の対称差を計算して、計算することで、互換性の問題があるかどうかが分かるっていうような流れになります。で、ここで、疑問に思うのは、このパーサーに対応するオートマトンをどのようにして得るのかというところだと思います。はい。で、それに対するアンサーが、オートマタラーニング、オートマトン学習になります。オートマトン学習は、ブラックボックスのシステム、中身のわからないブラックボックスのシステムから、それに対応するオートマトンを推論するというようなアルゴリズムになります。で、この種類のアルゴリズムには、アルゴリズムとしては、アングルインの L スタ
と呼ばれるアルゴリズムが、代表的なアルゴリズムとして知られています。で、ここからは、アングレインの L スターがどのようなアルゴリズムなのかについて、簡単なアイデアを説明していきます。アングレインの L スターはアクティブオートマタラーニングと呼ばれるアクティブなオートマトン学習の、一種で、アクティブなオートマトン学習っていうのは、いわゆる機械学習であるような、教師データを与えられて、それを何らか学習するっていうような方法ではなく、教師クエリという、教師クエリというものが与えられて、アルゴリズム自体が自発的に質問して、その返ってきた回答をもとに、中身を学習するっていうようなアルゴリズムになっています。で、L スターが受け取る、教師クエリは、2種類あって、1つをメンバーシップクエリ、もう1つをイクイバレンスクエリと呼びます。で、メンバーシップクエリがどのようなクエリかというと、その文字、与えられた文字列が学習したいシステムで、受理されるかどうかっていうようなものをチェックするクエリになります。で、イクイバレンスで、一方で、イクイバレンスクエリは、学習の最終段階で使われるクエリになっていて、学習した結果のオートマトンが与えられて、そのオートマトンが、学習したい、システムと、一致しているかどうかをチェックするというような動きをします。で、一致しなかった場合は、動作が異なるような文字列、判例となる文字列を返すというような動きになります。はい、で、アングレインの L スターで、ここから、アングレインの L スターの、動き、どういうような動きをするのか、動きをするアルゴリズムなのか説明します。で、アングレインの L スターの動きは、実は、アキネーターというアプリケーションに似ていると自分は思っていて、アキネーターを知っていれば分かりやすいんじゃないかなと思います。で、この教師クエリの部分が、質問に答える側、だから、アキネーターだと、何らかを考えて、答える側で、学習アルゴリズム側、L スター側が、このランプの魔人に相当するようなものになります。で、学習アルゴリズムでは、まず、この文字列受理するっていう、質問を、メンバーシップクエリに対して、投げて、その結果を記録していきます。で、そうすることで、情報を、集めていきます。で、情報がある程度十分に集まったら、オートマトンを構築して、で、そのオートマトンを、イクイバレンスクエリに投げて、学習したい、システムになっているかどうかっていうのを確認します。で、間違ってたら、元のフェーズに戻って、質問する、この文字列受理するっていうのを質問するフェーズに戻って、再度情報を集めていきます。で、イクイバレンスクエリが、正しいと言ったら、そこで学習が終了するというようなアルゴリズムになります。はい。で、ここまでの説明を受けて、オートマトン学習を使うと、パーサーに対応するオートマトンが分かるっていうこと、得られるっていうことが分かったので、その部分を、前に出した、流れに、追加しました。プリズムとか、パース .y といったパーサーに対して、教師クエリを手に入れて、で、それをオートマトン学習のアルゴリズムに渡すと、パーサーに対応するオートマトンが得られるっていう部分が追加されています。で、次に疑問に思うのは、この教師クエリをどのようにしているかという部分だと思います。こちらはそんなに難しくなくて、メンバーシップクエリが、先ほど言った、パーサーに対応するオートマトンの条件に対応する式を持ってくることでメンバーシップクエリが得られます。で、メンバーシップクエリからイクイバレンスクエリを得る方法っていうのは、いくつか知られていて、例えば、ランダムテスティングを使ったり、それよりも少し賢い、コンフォーマンステスティング、W メソッドのようなものがあったりします。はい。で、次にもう一つ疑問に思う点として、L スターで本当にRuby みたいな複雑な、文法の言語の、パーサーに対応するオートマトンが得られるのかっていう部分が、疑問に思うところだと思います。で、これに関しては少し難しくて、L スターは、正規言語に対する、学習アルゴリズムとなっています。で、正規言語っていうのはこのチョムスキーの階層言語クラスの中で一番下のクラスになっていて、例えばそれよりも大きいクラスとして文脈自由言語があったりします。で、この中、
要するに、もし Ruby の文法が文脈自由文法言語でしか書けなかったとしたら、正規言語しか学習できないルスターでは学習できないわけです。ただ、すごく残念なことに、Ruby の文法っていうのは、おそらく正規言語には収まらないだろう、正規言語には間違いなく収まらないです。で、もしかしたら、文脈自由言語に入るっていう見方もできるかもしれないし、ただ見方によっては、もっと複雑な、より広い範囲の、文法クラスに考えないといけないんじゃないかなと、思っています。で、なんか Ruby の文法が複雑だというような話に関しては、きっと、この後に金子さんが何かしら話すんじゃないかなと思っているので、少し楽しみにしています。はい。で、これ、とりあえず、L スターでは学習できないというような、重要な問題が発覚しました。で、ここで、オートマトン理論に、少し立ち返ってみて、オートマトン理論では、様々なオートマトンの拡張が考えられています。例えば、遷移が、確率分布で表される、ストカスティックシステム、マルコフ決定過程のようなものであったり、遷移が、条件式で、文字ではなく条件式になっている、シンボリックオートマトンであったり、遷移が、文字がパラメータライズされていて、そのパラメータを引き継いでいけるようなレジスターオートマトンであったり、あとは、プシュランオートマトンの一種で、ビジブリプシュランオートマトンっていう、少し制限されたプシュランオートマトンがあって、これらの重要なこととして、これらはすべて L スターを拡張したアルゴリズムによって、学習可能であるということが知られています。で、今回は、この右下のビジブリプシュランオートマトンに、注目したいと思います。ビジブリプシュランオートマトンは、プシュランオートマトンの制限されたものなんですが、このプシュランオートマトンっていうのは、文脈自由言語をうまく扱えるような、オートマトンになってます。で、VPA は少し制限されているので、文脈自由言語のすべてを扱えるわけではないんですけど、一方で正規言語よりも間違いなく広い、言語を扱うことができて、具体的には括弧の対応が取れているような言語を扱うことができます。で、VPA をうまく使ったとしても、Ruby 全体を学習するっていう、Ruby の文法全体を学習するっていうことはおそらく難しいのですが、ある程度 Ruby の文法の一部を学習して、パーサーの、互換性の問題がないか、バグを発見するっていう目的であれば役に立つんじゃないかと思って、VPA を使うことにしました。というわけで、ここまで説明してきた、流れの疑問点がいろいろ解決して、オートマトン学習、オートマトン理論を使って、パーサーの互換性の問題を、探すっていうことが、実際にできる段階まで来たのではないかと思います。というわけで、オートマトン学習を、やってみようということを、やっていきます。はい。はじめに、少し自分の作ったライブラリの宣伝をさせてもらうんですが、レルネンというライブラリを、作りました。これは Ruby で書かれたオートマトン学習のライブラリになっていて、Ruby で書かれているオートマトン学習のライブラリはおそらくこれしかないと思います。で、結構いろんなアルゴリズムを実装していて、いろんな種類のオートマトンに対して、学習できるということになっています。で、一番のセールスポイントとして、すごく簡単に使える、ユーザーフレンドリーなものになっているっていうことを、目指して実装しました。どれぐらい簡単に学習ができるかというと、オートマトンの学習のために使うメソッドは、lelnen.learn というメソッドを呼び出すだけになっています。で、このメソッドが、受け取る最低限必要なパラメータも2つだけで、1つは、その学習したいシステム上のアルファベット。で、もう1つが、do っていうか、ブロックで、ブロックの中身が、学習したいシステムになるというようなものになっています。3行で、このように学習できます。で、この学習した結果返ってきたオートマトンに対して、さらに、オートマトン .to みたいなメソッドを呼び出すと、こんな、グラフビズの図が出せたり、あと、to マーメイドにするとマーメイドの図が出せたりして、そのあたりも、便利になっているんじゃないかなと思います。で、少し話を戻して、レルネンを使って、どうやって、パーサーの互換性の問題を探していこうかっていう、戦略を少し話します。で、Ruby のパーサー全体を学習するっていうのは無理だろうっていう話はしたんですが、
そこで、すごく、文字列を、使える文字の種類を制限して、学習することにしました。具体的には、文字列リテラルの A、コロン、開き括弧閉じ括弧。で、今回 VPA を使うので、開き括弧と閉じ括弧は、正しくネストができるっていうような、条件を設定することにしました。で、これが、レールネンを使って、その、パース .y に対応するオートマトンとプリズムに対応するオートマトンを、学習する、推論する、部分のコードになります。こちらも、さっきと同じでかなりシンプルに書けているのではないかと思います。で、さらに、対象差を計算するあたりもレールネンではサポートしていて、find separating word というメソッドを呼び出すことで、一方で受理されて一方では受理されないような文字列っていうのを探すことができます。でこのようにして、レールネンを使って、2つのパス .y に対応するものとプリズムに対応するオートマトンを、手に入れました。で、その結果が、こんな感じになります。詳細については特に話さないのですが、とりあえず2つが同じではなさそうだっていうのは、一目でわかるんじゃないかなと思います。はい、で、実際、プリズムと、パス .y の対応するオートマトンの対象差を計算してみると、最初の、バグがこのバグが見つかったよって話をした、例の、部分が、見つかりました。で、このバグは、プリズムに報告して、で、すでに、治ったバージョンのプリズムが、リリースされています。はい。というわけで、オートマトン学習を使って、実際の現実の問題、プリズムとかパース .y の、パーサーの、問題を、見つけることができました。はい。ありがとうございます。で、この発表である意味結構伝えたかったことなんですが、というわけで、オートマトン学習が役に立つぞっていう話を、自分はしたかったわけです。で、なので、オートマトン学習を、レルネンというライブラリも公開したので、よければ、使ってもらえればなと思います。で、とはいっても、どういう時に使えるのってまだそんなにイメージできてないかもしれないので、簡単な使い方の例として、一つアイデアを挙げると、正規表現を使って書いてたプログラムを、正規表現を使わない形に書き直したっていうような場合に、2つのプログラムが同じ挙動をしているかって、気になることってあると思うんですけど、それをチェックするのには、まさにオートマトン学習はうまく使えるはずです。例えば、スライドの下の方に出している A.star、文字列の末尾みたいな、やってたのを、こんな感じのプログラムに書き直したとしたら、果たしてこの2つは同じなのだろうかっていう、違うんですけど、はい。っていうのを、こういうのを、ただパッと見一瞬同じに見えてしまうようなのも、オートマトン学習を使えば、うまく見つけることができます。で、こんな感じの、タグをつけているので、よかったら、なんかこういうことできそうだとか、こういうことやってみたいっていう話があったら、相談してください。はい。で、今後の課題など考えていることを簡単に話します。で、おそらくやっぱ気になるのは、完全なパーサーを学習して、完全にパーサーの互換性があるっていうことを保証してくれっていうところなんじゃないかなと思うんですが、それは、現在の科学技術ではなかなか難しいと思っていて、その理由というか、言い訳をいろいろしていきます。はい。一つは、学習対象のパーサーが、状態数であったりアルファベット数であったり両方の点で大きすぎるんじゃないかというふうに思っています。っていうのもLスターの計算量ってそのメンバーシップクエリの回数で大体定量化されるんですが、その計算量がアルファベットサイズかける状態数の2乗になるっていうことが知られていて、要するに状態数が増えると計算量Lスターの計算量っていうのは、まさに加速度的に、増加していくということになって、なかなかで、おそらく実際のパーサーの状態数っていう実際の本物のパーサー全体の状態数っていうのは数千状態になると思うので、なかなか難しいなというのが、現状の課題です。もう一つが、Ruby の構文はなかなか難しすぎて、学習でき現在知られている学習アルゴリズムでは、このような文法をそもそも学習するような方法が知られてないっていう問題があります。
例えば例として、フースラッシュ1、有名な例として、フースラッシュ1はシンタックスエラーなんですが、上にフーを代入して変数にすると、パースが通るっていうような有名な例があります。はい。で、あともう一個大きな問題として、今回パースできるかどうかっていうところを軸にオートマトンを作ってたんですが、本当に知りたいのは出力される構分岐が同じになってるかとかっていう部分だと思うので、そのあたりを解決するっていうことも必要だと思ってます。はい。というわけで、まだまだこれは難しいんですが、とりあえず研究者としては、まだまだ研究トピックがあるぞっていうことで、頑張っていきたい次第です。はい。というわけで発表は以上になります。ありがとうございました。